新年明けましておめでとうございます。で春の海流していただいて、株式会社ユイヨンの水落ちです。馬場です。2023年もよろしくお願いいたします。はい、というわけで今日の動画はインターン研修に参加する学生さん必見、インプットチェックで押さえておくポイント。さてインプットチェックなんですけど、学生の時って一番始める時めっちゃ緊張しませんでした？確かに緊張したし、声がちっちゃいとかめっちゃ言われた気がする。なんか学校とかでもチェックの練習はしたけど、いざ外に出ると、ライブハウスの形じゃないから始まったりとかするともう何からしていいかわからなくって、私はロックな学校でもあったからホールとかはねちょっと慣れてなかったりとかねっていうのもあったりとか、あとねちょっと恥ずかしがり、そうね、誰も喋ってない中で一人で喋るってちょっと恥ずかしいもんねっていうので、そこでねせっかくこう機会も与えられて時間もあるのに、なんかうまくチェックできなかったらもったいないなということで、今日はいいポイントをたくさん教えていきたいと思います。じゃあまずは、そもそも回線チェックといえどやることはたくさん1日にありますので、まずざっくりとした1日の流れを、サウンドチェックまでにはなりますが、をお伝えしてからポイントに行きたいと思います。じゃあ馬場さん、まず朝一何からしますか？朝一はね、これは忘れがち、挨拶大事これ大事。チームはもちろんのこと、ホールさんよね。ホールさん忘れがち、いきなり搬入しちゃいがちなので、最初は挨拶をしましょう。挨拶と打ち合わせ。そうですね、簡単な打ち合わせ、資料渡してとか、今日こんな感じ仕込みますよとかね。じゃあそこからどうしますか？そこからは、搬入ですね。ここから搬入です。やっと搬入です。何人かねいるチームだったらチーフが挨拶と打ち合わせしてる間に、搬入しておくとかっていうのもありますね。確かに、そうですね。じゃあその次搬入が終わりました。トラックもどっか行きました。次はどうしますか？まず電源を引くっていうのは最重要事項ですかね。確かにそうですよね。しかも勝手に取ってダメ。そうちゃんと打ち合わせの段階できっとチーフとか自分がやってるかもしれないですけど、電源はちゃんと取っていいという許可をもらってから、指定の位置から取りましょう。そして4つ目、ここで、アウトを仕込み始めるんですね。そうですね、なんでアウトから仕込むんでしょうね。これは私が聞いたのは、アウトを先に仕込んでタクが仕込めると先にチューニングとかができる。でチューニングの間は別にステージさんってやることないから、その間にインプット仕込めるでしょっていうのは聞いたことあるね。じゃあアウト仕込めました、その次は、アウトが仕込めたらアウトのチェックをします。この辺が難しいところで、タク回り持ち込みだとそれまでにタクできてないかもしれないですよね。そんな時はインプットを仕込み始めます。なるほどなるほど。でインプットを仕込んで、タク回りできましたよってなったら、チェックかなっていう感じですね。アウトチェックやるのか、タクができて、そうアウトチェックやるのかインプットチェックやるのか、もうそれはもう臨機応変にはなってきますね。インプットの途中でもさっきアウトだけやっちゃうこともあるしって感じですね。で最後にサウンドチェックをやるわけなんですけど、今日はその中でちょっと中途半端ではあるんですけど、インプットチェック、回線チェックですね、のところをやっていきたいと思います。じゃあ仮にアウトチェックが終わりました、終わった後じゃあインプットもなんか仕込めてます、さあ何からしていきましょうかね。まずはインプットチェックできますっていう前に全部インプットが仕込めてるかを確認する。とっても大事。これ確認できるみたいなんじゃなくて、ちゃんとマルチが全部刺さってるかとか、でマイクが全部あるかとか、そういうところをチェックするといいですね。そうですね。であとワイヤレスの場合は、受信機までチェックしておく。周波数が飛んでインプットが振っているかっていうところまで見ておくのがインプットチェック前ですね。やっておくことですね。影マイクとか意外と忘れますね。忘れる。しょっちゅう忘れますちゃんとその辺確認してからにしましょう。そしてその後に、じゃあいざ回線チェックしますよってなりました、説明オペの人にじゃあ回線チェックお願いしますって言いました、どの順番で回線チェックしましょう。そうね、回線表っていうのが多分現場の前に配られると思うので、それ順が一番忘れる
こともないし、抜け忘れがないし、まあいいんですけど、マイクとマイクが遠かったりとかってしたら交渉して、ちょっと次遠いので先にこっちやってもいいですかみたいな感じで聞いてスピーディーにやっていくのが、まあ、スマートですかね。確かにそう交渉術は大切ですよね。大切。中にはやっぱりこう回線標準にやらないと意味ないでしょって人ももちろんいると思うので、その人の気を悪くしないようにいうのも、まあ、回線組んでるのはオペレーターなんでね、お前の組み方が悪いねみたいな言い方になってしまうと非常に失礼だし、卓の都合もあるので、いい感じで大事よね。でもね、そこで一回ちょっと気味が入るとね、もうその一日がちょっとね何言ってもちょっとムッとされるみたいなことになりがちなので、なんでいい感じにこう可能であればここ先チェックさせてもらってもいいですかみたいな感じでいい感じに言いましょう。いい感じに言いましょうね。はい、でまあじゃあ回線標準にチェックしていきますと、一番大事なところです。喋り方ですよね。ここね。ここ皆さん迷いますよね。はい、ここでじゃあ私が一個悪い例をやります。ここに都合のいいダイナミックマイクがあります。馬場さんオペレーターやってもらっていいですか？はい、はい、じゃあボーカルお願いします。はいこれね、まあやりがち、結構やりがち。なんか喋ってって言われたらあーってなんか日本人で出てくるんかな分からへんけど出てくるよね。あーって言っちゃうねんな。今のが何がダメかというと、まず、声のボリュームもあるよね。ある。声ちょっと話し気味でちっちゃいみたいな。距離遠めの。そうで喋る内容ね、ここが一番ねみんな迷うところだと思いますけど、これはチェックワンツーって言ってもらったら間違いないです。間違いないです、これを恥ずかしがると、見てる周りの人がもっと恥ずかしくなりますそうなんよね。そう意外とね、なんかちょっと恥ずかしくて照れながらチェックワンツーチェックワンツーみたいな何がおもろいねんってなるから。何がおもろいねんってなるし、お前ふざけとんかってなるし、自信を持ってハキハキと、私は音響屋さんですよっていう顔してるのが一番いいですよね。もうそのうち何も考えんで今日の夜ご飯何しようかなぐらいの感じで言えるようになるのでもう全然恥ずかしいことじゃないので、思いっきり言ってもらったらいいかなと思います。ぽく言うね。でなんかまあ近いなんて拳一つ分ぐらいかな間違いないかな。でチェックワンツーで、あと喋る内容としてはいかがでしょうかっていう人も結構いて、これが結構物議を醸してるのを聞いたことがあるので、まあこのいかがでしょうかは連発しない方がまあそうですね、いいかな。まあオペレーターからしたらね、なんか私たちは別にその回線大丈夫ですかぐらいの気持ちで聞いてるけど、なんかチェックはよせえやみたいな、いかがでしょうかいかがでしょうかいかがでしょうかっていうと、ごっぱですいかがでしょうかワンツーチェックワンツーいかがでしょうかって言うとなんかはよ終われみたいな感じに聞こえるんやってっていう税もおるから、急いでる時とかにね、そうね、そうやね、ちょっと強い言い方になっちゃったりとかするかもしれないので、柔らかくやっぱ声を張るとなんか怒ってるように聞こえたりもするんよね。確かになのでまあその辺はちょっと連発せずにね、言って、まあ言った方がそのいかがでしょうかの「しょ」が欲しいんやってね。そう、しがね嬉しかったりするらしい。しが欲しいから。そうチェックワンツーで母音とか子音とかその周波数とかを全部聞いてるっていうのを聞いたことがあって、そのワンツーやな、この抑揚で言うとワンツーチェックワンツーで、女子はやっぱ低い声が出にくいから、あれなんやけどツーでやっぱいけるとこまで下がってほしいな。やな。まで下がるのを意識してもらえる。でその子音とかがちょっとやっぱ出にくいよっていうところに関しては、例えばまあチェックしながらマイクとの距離感とかどれぐらい声張ってるのかっていうのを時折混ぜるのもいいかもしれないですね。まあただ初っ端からこれ1番のマイク喋ってる時に1番ですとも何も言わずに拳分ぐらいの距離でとか言うと何の回線チェックしてるか分かんないので、たまにちゃんと回線の名前を言うことも忘れないようにしながら、本当やね、時折混ぜてみたい。回線の名前チェックワンツーで距離とかの情報みたいな感じで喋れば間違いないかな。1番です
チェックワンツー、距離10センチぐらいで喋っております。なんか普通ぐらいの声量で喋っておりますとかっていうのを言ってあげるといいのかな。一番いいのかなと思います。例えば、持ち込みマイクの時とかありますよね、ボーカルのマイク持ち込みですよとかっていう時に、回線チェック時点でヘッドがない場合ももちろんあります、そういう時とかにとりあえず仮のゴッパを刺すなんてこともあったりします、そんな時にじゃあはい刺きました、勝手にブンって刺してダメそうなんです、まあ特にコンデンサーとかだとね、もうねとんでもねえことになりますんでね、絶対に抜く時刺す時は絶対に言いましょう、まあそれに付随してなんですけど、回線チェックのにおいてボックスチェックっていうやり方もあります。ボックスチェックって馬場さん何ですか？これはインプットマイクとかが仕込めないとかないとか、そういったところでインプットを仕込まない時にボックス弾いてるじゃないですか、16ちゃんのね、ボックスとかで卓の回線をチェックしたいっていう時に、ゴッパと立ち上げを持っていって回線だけチェックしていくっていう方法がたまにねあったりとかしますね。ずっとゴッパに刺しといて、お酢をずっと片手に持ってチェックして抜きます。抜いて、刺します。刺してみたいな。でボーカルなんとかなんとかなんとかみたいな感じで刺していくと、っていうのがあるので、それもね一つ覚えておいていただいたらボックスチェックしますって言われたらあれかってなればいいかなと思います。はい、じゃあ続きましてある程度インプットチェックの喋る方法とか順番とか分かったと思うので、各マイクのチェックの仕方をちょっとご紹介していきたいと思います。じゃあまず1つ目、さっきも言いましたがダイナミックマイク、間違いにこれだけじゃないですけどね、ダイナミックマイクは喋るよね。拳一つぐらい開けて喋る。でさっきのようにねチェックワンツーとか1番ですみたいな感じで喋るのがいいかなと思います。ただあれですよね、マイキングされたマイクに喋るのはいいんだけども、喋れるんだったらね、例えば持ち込みのもうドラムが組まれてて、57とかだとね、もうマイキングするじゃないですか。スネアのドラム持ち込みでこうやって喋るってわけではないです。置いてある時に限りはね、ドラムの周りにこう置いてある状態に限り喋った方がいい。でももうマイキングされてて、もうここに顔つけなきゃいけないとか、ボトムでこうやるとかなんだったら、ちょっと頑張ってガリでもいいですかとか、オペレーターに交渉していいよってなったら、ガリしながらガリのトークでスネアですとかそうやね、ぐらいはやってもいいかもしれないですね。ダイナミックはそんな感じです。続きましてコンデンサーマイク。こちらは、ファンタム電源がねいるマイクとなっておりますが、こちらはね喋らないんですね。さっきのダイナミックのように感度がねとてもいいんで、あんまり大きな信号を入れてしまうとここの中に入ってるダイヤフラムっていうのがあるんですけど、壊れちゃうんですね、電源駆動で動いてる電磁石なので、あまりにも大きな信号をブワーンって入れると、細かい振動をね拾うマイクやから、なんでね優しくチェックしないといけないんです。でこれは先ほどのねスネアにマイキングされてるマイクのように、これはガリでね優しくカリカリしてあげる。爪で、かといってじゃあガリガリしてるかというとあれやから、優しくガリガリしてあげる感じかな。としたら大体わかるので、でチェックする前にこのマイクの表面と裏面に指向性のスイッチとか、パッドのスイッチとかローカットのスイッチとかがついてるんですけど、これがね結構現場で人によって結構変わってくるので、たまにこう指向性が変わってたりとか、パッドが入ってたりとかしちゃうので、これを合わせた方が絶対いいですね。聞いておいて合わせておいてがいいかな。基本まず全マイクほぼ一緒にしとくのが間違いないと思います。ちなみにこのアーカーゲー414なんですけど、こっちはちょっと古い方なんですね、新しい方もあって、こっちはなんとですねファンタム電源を入れないとわからない仕様なんです、光るんよね本当は。そう、ここのね、赤いとこはないんだけど、インサート入れましょうかね。これもね光るんですよ。なんでこれファンタムが入らないとそもそもわからないので、これに関しては事前にオペレーターに確認を取っておいて、ファンタムを送ってもらってから切り替える、で切り替える時も基本的には何もやってない時
時に切り替えるのが一番いいと思うので、切り替える時も言った方がいいね。言った方がいい。抜く時刺す時だけじゃなくってこういうの切り替える時も結構バンって言ったりするので、コンデンサーは本当それがね、抜き差しと変える指向性とかパッドとか変える時は言うって。なんかコンデンサーを何かしたいときはとりあえず声かけるのがいいんじゃないでしょうか。いや本当そうやね。若いうちはね。本当そうやね。でそれびっくりするっていうだけじゃなくってね、スピーカーとかにそのボンっていう圧がかかるともうスピーカー飛んじゃったりとか普通にするので、まあ機材を守るためにもね全部声かけてもらうってことで、全部声かけた方が、マイク動かしていいですか、もう声かけてもいいと思います。若いうちはね、大人になってから判断できればいいと思うので、で声をたくさんかけましょう。はい。まあ C414 だとその指向性とパッドとローカットなんですけど、他にも皆さんが見たことよくあると思うんですけど、38マイク、漫才マイクですね。漫才マイクとかだと EQ が変わるスイッチがあるんですね、マイクに。でそれも4種類ぐらいあるんですよ。赤 M、黒 M、V1、V2 みたいな。あとオフっていうのもあるんです。オフにしちゃうとちなみに信号いきません。なのでその辺もオペレーターに確認しながら、何にします、まあこれ赤 M ですかって言われたらかっこいいですよね、学生が。そうね。赤 M は覚えといていいかも。学生さんが赤 M でいいですかって言えるとかっこいいです。分かってる感じですけど。なんで、そんな感じで確認することが大切です。じゃあ続きまして、ダイレクトボックス DI ですね、楽器つないだりとか、持ち込みの何かをつないだりとかする、ベースとかキーボードによくね、使うことが多いかな。そうですね。これのチェックの仕方、皆さんご存知ですか？ご存知ですか？ここまでは知ってる人も多いかもしれへんよね。そうですね。あれ使うんかなっつってね。このケーブル使うんかな。そうこれです。まあシールドって呼ばれるやつですね。シールドを使ってチェックするんですけど、なんで若者諸君、これをもしかしたら学生じゃない方も見てるかもしれない。若者諸君、DI を持っていくときはこのケーブルを持っていきましょう。これ忘れるとチェックできません。そう DI がある日はもう首にかけとってもいいぐらいよね。もう首にかけてもこうやっておはようございますって。持っていかんでもいいよ。現場にはあるからね、持参しておく必要はないですけど、機材を準備するようになったそこの諸君はこれを絶対持っていくようにしましょう。私は何回か忘れました。じゃあまずこれなんですけど、チェックするときに気にするポイント何点かあります。まあ DI によりますけどね。まずフロントパネル、表面ですね、のここにパワー、オートとかオン、オートがあるとかありますね。これに関してはこの DI は9ボルト電池が入るので、9ボルト電池でも駆動します。なのでまあオート派、オン派があると思うんですけど、まあ PA は基本48ボルト送ると思うので、オートにしとけばまあいいんじゃないかなと、まあオペレーターによるとは思いますが、それもまあ確認できるならしてください。で下にパッドのアルテネータのパッドがあります。これも確認してください。そして裏にも逆走のスイッチがあります。これも確認してください。まあ入れません、基本的に入れませんね。で最後にグランドのリフト、これもありますので、これも基本的にはしません。ただそのノイズとかの関係でリフトした方がいい時もあるので、言われたら指示通りやってください。さてじゃあチェックしますと、勝手に刺してダメ刺しちゃダメです。勝手にいきなりねバンって言います。もしかしたらオンにしてたらね、刺しますやな。でこれいつもねここでいいんですかって言われるけど、インプットにねちゃんと刺してくださいね。ここのね、こちらね、インプットに刺してください。はい、じゃあやりますね。はい、インプットに刺します。はい、ダメー。これ何がダメか。何がダメか。これホットタッチっていうことをしてるんですけど、ホットってね一番先の部分なんですけど、ホットだけにタッチしてほしいんですね。なのでこの辺の金属部分を持っちゃうとグランドがね落ちちゃう。グランドが落ちちゃう。グランドになっちゃう。自分がグランドになっちゃいます。なのでDI はノイズを起こすことでチェックしたいので、自分でグランド取れちゃうとノイズが起きません。なるほど。確かに。そうなので自分がグランドにならないようにこのケーブルのゴム、絶縁されてる、絶縁体されてる部分を持ってちょっと日にあってなるんですけどね、持って先っちょだけをで
でやります。でこの時ポイントなのが、ここで今この距離でチェックできるんだったら何も言わずにも適当にペペペペってやってもいけるかもしれないですけど、下手しい 50m とか離れてる時あります。そんな時に 50m 先の人にこれで何が伝わんねんという話なので、分かりやすく、ちょっと顔の前でもどこでもいいですけど、上げてフォトタッチしますって言って、ついてる離れてるを分かりやすくしてあげると非常にいいですね。これでもいいね。これでも上下そうやね。大きめにね。そうちょっとオーバーアクション、オーバーアクションでやるといいですね。なんでここ触らない、ここだけ触る。ぐねぐねのとこもね、金属やからね。ここね、バネみたいなとこね。持ってチェックしましょう。チェック終わりました。終わったオッケーオッケー。はい、ダメこれね、はい、皆さんもうね耳にタコができているかと思いますが、抜くときは言いましょう。抜きますやね。刺します。抜きます。刺します。なんでキーボードとかね LR のチェックするときもあるんでね、すぐに下にもう一個あるんで思わずプッて抜いちゃうんですけど、まず刺します。ちょっと様子かかっていけそうってなったら刺す。あとタッチ。で OK ってなったら抜きます。ってな感じですね。ってな感じですね。ミキさんもねオンオフとかしてたりとかするし、表に音出てなくてもタクで聞いてたりとかもするので、そうですね。様子見ながらやってもらえたらいいかなと思います。じゃあ続きまして、ちょっとこれは触れる機会ある人ない人いると思うんですけれども、ヘッドセット、ピンマイク関係ですね。じゃあまずこれだいたいワイヤレスに使うことがそうですね。はい、じゃあこれの私が悪い例をやります。仮にじゃあつながってます。電波チェックもできました。ピンマイクです。ピンマイクチェックです。ダメこれもコンデンサーと似てるんですけど、やっぱこれどこにつけますかっていう話なんですね。これやっぱ胸につけてやっぱ喋ることが多いかなと思うので、その距離でね、使いそうな距離で喋るっていうのは意外と大事なことかもしれないです。このタイプのマイク DPA のこういうタイプだと顔に貼ったりするケースもあるので、その時の使用用法に伴った距離で、間違っても首じゃない口のこんなとこではチェックしません。じゃあもう一つこっちのヘッドセット、これも DPA の D ファインっていうそうですねシリーズになりますけど、でこれのじゃあ私チェックしてみますね。チェックです。チェックです。はい、ダメまずヘッドセット、他のマイクもそうなんですけど、指向性がね、あるんですよね。特にこの DPA のディファインっていうヘッドセットなんですけど、これは指向性あるやつとないやつがあります。でそれはヘッド見ると確認できたりするんですけど、スポンジ外してカバー外したりすると、指向性ついてる方に印があったりとか、なんでわからない場合は当日の現場のチーフだったりオペレーターに確認してください。指向性ありますか、もしくは型番見て調べてみてください。でも DPA のこれに関しては分かんないなパッと見っていうのもあります。なので指向性があるところを向けて、だから本番のね使用状況にしてからチェックするっていうのが、だから余裕あればつけてみてもいいし、もうちゃんとつけなさいって言われたこともあります。うちはねちょっと結構量が多かったりとか、一人で18波とかチェックしたりとかしたりするのでちょっと横着してこうやったりとかしますけど、本当は全部つけてちゃんとした距離でやった方がいいのかなと思います。ただこのタイプは融通が効くのでつけてって言われるケースの方が多いかもしれないですが、ものによってはもう役者さんの顔の形に合わせて作ってたりもするので、勝手に形を変えないようには気をつけてくださいね。でこれぐらいの距離かな、みたいな感じでチェックチェックでこっちで指向性向いてるっていうね状況で確認して、でチェック中にここガサゴソって触るとね、オペレーターびっくりしますんでね、あんまり触らないように。で今マスクにもねガサガサってやっぱなっちゃうよね。それはしょうがないけど、気にしてあげたらいいかなと思います。っていう感じでチェックしていきます。でこれに関しては、結構チェックの仕方とか、シビアにいろいろ断線チェックとかね、いろいろあるので、これはまた別の動画にしようと思います。
じゃあ続きましていきなりなんか現れましたがちょっとじゃあ番外編にはなるんですけど、はい、ホール行事とか、まあ、外現場でもあると思うんですけれども、表彰とか、まあ、演台と呼ばれるものにマイクスタンドじゃなくて結構遠くなっちゃう時ですね、そんな時のマイクのチェックの方法もご紹介していきたいと思います、はい、じゃあ表彰マイクチェックしていきますね。私表彰マイクです。表彰マイクです。はい、ダメまあこれインプットチェックの時はもしかしたらギリ OK かもしれんけど、こんな感じで挨拶する人って見たことないと思うんですね。あんまりね。そうですね、市の市長とかね、偉い人がいや本日はありがとうございますなんてやりませんからね。やりませんからね。なのでまあ適切な距離といいますか、まあ自分がこう紙を持ってこうなんかね手紙からさ出してさそうそうこう広げるやつね。そうで代読しますとか言ったりするとかするやんか。その時の距離感で喋った方がいいので、やっぱ拳一つ分ではないことの方が多いのかな。手のひら一つ分ぐらいかな、これぐらいは離れたり、下手しいこれぐらい行く時もある、ある、まあ、紙持ったり表彰状持ったり、そうとか、まあ台によっては結構遠くに、まあ、なるべく近くに置きたいんですけど、遠くなっちゃうこともあるので、まあフレキとかやったりしたらもうちょっとこうなるけど、でもまあその時の状況に応じて、まあ、適切な距離、そうですね、もうベタ音ではないよね、そうですね、どっちにしろねかと思います。まとめ。まずはマイクが全部刺さってるか確認してから回線チェックお願いしますって言いましょう。そして回線標準にチェックをしましょう。できない時はオペレーターに言いましょう。そして回線チェックの間に抜き差しがある場合はまず抜きます、刺しますって言ってから抜き差ししましょう。でマイクが準備できたらダイナミックマイクは適切な距離でって言うんじゃなくてチェックワンツーって言いましょう。コンデンサーマイクはパッドとか指向性とかをチェックしてからチェックに行きましょう。直接喋らずにガリをしましょう。ガリの遠くでチェックしましょう。さらにコンデンサーは抜くとき刺すときは特に注意しましょう。 DI は刺すときは刺します。いいよ、刺してこの金属の部分を持たずに先っちょだけをホットタッチしてます。この時オーバーめに抜きます。 OK、抜くでこの時も逆走とかパッドとか確認しましょう。そしてピンマイクは直接喋らずに適切な距離、使う距離で喋りましょう。指向性がある場合は指向性を確認して口の方に向けましょう。余談ですが、表彰マイクや演台マイクの時はベタ音で喋らずに少し離して喋りましょう。以上です。ということでね、はい、ザラーっといきましたがこれでも学生の時なんか学校でやった気がしてたのに、本当に現場に出ると、見たことねマイクだみたいなこともね、そうあったり、コンデンサーかダイナミックか分かんないなマイクとかも確かにねあったりして、結構大変だったと記憶してるので、若いそこの皆様、ぜひねこの動画を見ていただいて、かっこよく回線チェックをしてみてはいかがでしょうか。じゃあこの動画が、研修のためになった、めちゃくちゃ参考になったっていう方は、チャンネル登録と高評価の方をなんかこの辺とこの辺とこの辺とこの辺のボタンにあるので押してください。我々登録者数1000人を目指してあともう少しで220人ぐらい、なんとか登録してください。これを見た人見てない人登録お願いします。お願いします。1000人超えたらなんかね、iPhone で配信ができるんだよね。そう見たいよね。Vlog、U4 の Vlog 見たいよね。私が家の鍵開けるとことかなんなんそれVlog って家の鍵開けなあかんのルームツアーとか見たいよね。リアルタイムルームツアーもできるかもしれないんでねぜひとも登録をお願いします。Facebook、Twitter、Instagram、TikTok などの SNS も頑張ってやっておりますので、ぜひフォローしてキンキンの情報、うちの何食べたよとかこれ買ったよとか、そういうのも頑張ってみてください。頑張って頑張ってみてください。というわけでご視聴ありがとうございました。